Oh my god! 何これ？どうすればいいの？皆さんこんにちは、尾形咲です。今日はですね、インスタのストーリーで募集した質問に答えていきたいと思います。で、髪の毛がロングヘアになりました。ちょっとエクステをつけたんですけど、ってことで今からまだ選んでないので、ちょっとランダムに選んでいこうかなと思います。新しい挑戦をするときに自信がなくて怖くなります。さきちゃんはどう乗り越えますか？まず考える前に行動してみるが私の中の結構モットーで、考えたら絶対怖くなるんですよ、未来のことって。なんでもうとりあえず考えないのは無理だと思うんですけど、何か行動してみる。例えば私だったら海外に行きたいって思って、でも海外で友達いないし、でもなんか考える前にフライトチケットを買うとか、そういうとこから私は始めます。でも行くしかないみたいな、やばい怖い行くしかない、到着あれ意外と怖くないみたいな感じ。次、実家には何歳までいてもいいと思いますか？これは全然個人の問題なので、人それぞれやっぱ自分が中心だから、この世界はみんな自分が中心だから、自分が心地のいいように行動すればいいと思います。好きな音楽は何ですか？私は結構一人でいることが多いので、なんかこうしんみりした系というよりかは、なんかもうみたいな感じのこういう音楽を聴くことが多くて、最近ハマってるアーティストはドーツキーっていう方と、あとはニッキー・ミナージュの昔のアルバムを聴いたりとかもしています。次、やばい、カラコン入れるの忘れてた。待って、カラコン追加、よろしくお願いします。次、将来について悩んだ時にさきちゃんはどの基準で判断しますか？私も結構なんか先のことを考えると不安になるんですけど、なんか将来のことを考えて生きてる人の方が多いみたいな。でも本当に生きなければ いけないのは今のこの瞬間。今ご飯食べてる、今掃除してる、今メイクしてる、旅行して海を見ているみたいな。だから将来のための写真を撮るとかじゃなくって、今この瞬間を楽しむ、これが大事だと思うんで、やっぱりその時に自分がしたいこととか満足いくことの決断とかも全部自分がその時に好きなことをする。だから後で後悔しないんですよ。そうするとこの時にこうしとけばよかったんだろうっていう考えにならないので、自分が全部好きなこと、いいなって思うことを決断するようにしております。週にどのぐらいジムに行ってますか？私は最近日本に帰ってきてからはジムに行ってなくって、なんか家の近くにジムがないっていうのが本音なんですけど、なんで部屋でトレーニングをしております。結構トレーニングする理由としては、仕事上運動をしないので、運動するともう生物的に強くなるから、結構生物的に強くなりたいっていうのがあるので、見た目とかもそうだけど一旦なんか筋肉鍛えとこうみたいな、そんな感じです。筋トレすると本当に気分が良くなる、めちゃくちゃ良くなるので筋トレ大好き。何もやる気がない時、さきちゃんはどうするんですか？私の2024年の後半結構やる気がなかったんですね。で、やる気が出た理由としては目標ができた、これなんですよ。なんで皆さんもなんかこう本当に無謀なことでもいいから自分の中に目標を作って、できないっしょ絶対こんなの私って思って大丈夫です。もう何でもいい。テイラー・スウィフトになりたいとか、こちらに出たいとか、レッドカーペット歩きたいとか、ランボルギーニ10個欲しいとか、何でもいいの。本当にシャネルのバッグ100個欲しいとか、本当何でもいいの。もうとりあえず自分の無謀な挑戦に挑戦してみる、この過程がなんかやる気が出るっていうか、なんかワクワクすることを目標にしたら人生楽しく明るくなるなって思います。好きな言葉は何ですか？ No risk, no fun。 長くは持たない。次、結婚願望ありますか？結婚願望は今のところないです。今の自分はしたくないから。でも未来の自分はしたいかも。わかんないです。何歳までにしたいとかないです。はい。人間関係で悩みができた時はどのように解決しますか？私はもう全部自分の思っていることを言う、これだけですね。で、相手が思っていることも言ってくれたらいいなって思います。それでもう無理だったら無理で大丈夫だし、自分がスッキリすればいいし、相手がスッキリすればいいし、とにかくはっきりさせる
です。次、時間を無駄に過ごさない方法。私は計画ができないので、起きてからノートにとりあえず今日はやっておこうみたいなことをリスト化して、まあ大体私は3つぐらいあるんですけど、2つか3つで、それをやってからグダグダする。やっぱ起きてからって決断する回数って1日で決まってるから、こう夜になって難しいことってできないんですよ。なんで起きてもう携帯見ない、ご飯食べてコーヒー飲んで、さあやろうって時にそのリストを書いてそこから消化していく。私もこれ結構難しくって携帯触っちゃう時もあるし、なんかやる気出ないってなる時もあるんですけど、そういう時もあっていいと思います。人間なんでそんな機械みたいに動けない、私たちはノーということなので自分なりに頑張っていれば大丈夫。男の子の前だと素直になれない、気張っちゃうのなんで。これもめっちゃわかります。そういう時私もありました。でもなんかそういう時って人間に嫌われたくないっていうのがすごくあって、私はそう思ってたからこそ人の前でちょっと猫かぶっちゃうみたいな時があったんですけど、嫌われていいやっていう、嫌われる勇気、一回嫌われてみる、誰かに。じゃあもうなんかいいやってなるから、人間絶対合う合わないあるから、嫌われても自分のせいじゃないんですよ。なんか悪いこと言ったとかだったらまた別の話だけど、自分自身を全部出して嫌われたらそれまでだし、嫌われてもいいやっていう、なんか別に私もっといい女だしと思って人と関わったら楽になりますね。自分とやっぱ合う人間が周りにいてくれるので、そういう人を大切にしましょう。エロい顔ばっかりしたら彼氏だけ見れるものがみんな見れちゃってもったいなくないですか？私何してもエロくって大丈夫です。彼氏にしか見せない顔があります、私も。次、参考にしてる人とかいたら教えてほしいにょ。私は参考にしてること、この方の YouTube のマインドがとても私は好きでためになるし、あと英語だから字幕もついてるし、英語勉強しながらこの人のマインドも学ぶっていうのを最近はやってます。さきちゃんって TikToker から YouTuber になった感じ？ Yes！最初は結構なんか認められたい、可愛いって言ってくれ、みんなおじでも誰でもいいです、私のこと可愛い、エロい、素晴らしいと言ってくれみたいな感じの TikTok で今見たら結構恥ずかしめの TikTok を上げていたんですけど、そうですね、それで自分に自信がついて YouTube もやってみようってなって YouTube を始めました。あの頃の TikTok は消さないですけど、成長過程だなってすごい思う TikTok ですね。のさきちゃん、春から大学生になるんだけどこんなことをした方がいいよとかアドバイス受せよ。今の自分だから言えるんですけど、初めましてじゃないですか、みんな初めまして初めましてで、多分みんな気張ってるんですよ。やばい、なんかかっこよく見られたい、可愛く見られたいとか、それはそれでいいと思います。でも私からやることは、猫かぶっちゃうとちゃんと心の分かり合える友達ができないと思うので、もうちゃんとオープンにする。じゃあ多分みんなもオープンになる。みんなのオープンにできるマインドを私が作ってくよぐらいでみんなと接すると、みんなも分かってくれて、その分かってくれる子が友達になると思います。皆さん春で新学期、私はもうそんなのないので本当に羨ましいんですけど、学校とかいいな。もう自分自身を持っていきましょう。戦いましょう。なんで語学勉強が好きなんですか？これは日本人以外のマインドをその人の言葉で学べるからです。なんか日本人の言葉って全部理解できるからこそ、他の島の他の土地の人の考え方って本当に全然違うから、それを聞いて学んだ時に自分にもためになるし、やっぱ理解できるのも面白いし、なんかそんな感じですね。さきちゃんの服はどこで買ってますか？可愛すぎてほんまに真似したいです。最近はこの服はラガっていうとこで買ったんですけど、ジェニーの MV で着てたブランドなんですけど、他にもこのようなブランドが私は好きでございます。次は、毎日ポジティブに過ごせるコツは何ですか？私は毎日ポジティブには過ごせてはいません。私も人間なので落ち込むこともあるし、ポジティブな時もあるしって感じなんですけど、昔は結構ずっとネガティブで
で生きてたんですけど、考え方をポジティブにさせるってめっちゃ難しいと思うんですけど、もう結局自分しかいないので、自分を上げるのも自分だし、自分を下げるのも自分だから、どんな時に自分が下がるか。例えば私は運動しない時が結構ネガティブになります。なので運動をしていますとか、人と喋らないと結構ネガティブになるので、毎日友達と誰かと電話したりとか予定を入れたりとかしています。あと楽しみなことがないと私は頑張る理由がないってなっちゃうので、旅行の予定を入れたりとか、友達と会う予定を入れるようにしております。次、5、60代はどうなってたいなとか考えてますか？具体的にはないんだけど、自分の選択を自由にできるように自分でしておきたいなって思います。これしたいって思ったらできるような、そういう今と変わらないこの挑戦する力は持っときたいなって思います。やっぱ年を重ねると結構挑戦とかもそうだし、怠っちゃう、なんかちょっと怖くなっちゃうみたいなのが嫌なので、自分のやりたいことをできるような人になってください。さきさんお願いします。やばい、韓国語。한국에서 가도 싶은 곳은 어디입니까？待って、どこにいますかってことかな。ちょっと待って、韓国行ってどこ行ったんだてめえっていうことをちょっと待って。パパ語。韓国で行きたいところはどこですか？韓国で行きたいところはクラブです。ごめんなさい、本当に韓国のクラブが好きなんです。あとは夜カフェとかも行ってみたいです。私は作業とかするので夜カフェ、韓国語で答えないと。안녕하세요. 한국에서 나는 클럽 가고 싶어요. 나 한국 클럽 진짜 좋아해요. 저는 한국 클럽가 좋아해요. 왜냐면 뭔가 일본 클럽이랑 다른 느낌이니까 조금 재밌어요. 뭔가 일본 사람은 그 한국도 똑같은 거도 있는 거는 알았는데 뭔가 남자가 여자한테 리스펙트가 있는 것 같아요. 그러니까 그거는 편해요. 네. じゃあちょっと下の方まで行ってみます。さきちゃんでも海外で差別にあったことある？あります。しかも動画を撮ってる時に差別されて、なんかこんなにセクシーな格好で I'm Japanese はよマジでうざい。はよ中国語を喋られたんですね。ちょっとバカにされる感じで。だから I'm Japanese fuck you って言いました。じゃあなんか困ってた。言い返さなくていいと思うんですよ。そういう人ってそういう人だから。でもなんかあの時はちょっと言い返しちゃったよね。危ないです。英検か TOEIC とかの資格ありますか？私は本当になくって、もうびっくりするぐらい英語のテストはできません。今やったらどうかわかんないんですけど、多分できないと思います。私は本当にこのペーパー勉強ができない自信があるので。でも海外行ってなんかこう友達と喋れるコミュニケーション能力がついたので、それでいいかなって私は思います。頑張ればできるよね。何でもできるよね、自分。職場のおばさんに若いってだけでめっちゃいびられる。さき様だったらどうやって対処する？やめるか無視するかの2択ですかね。もうなんかいびり返す？いびる？そう、いびられる。なんかこう悪いことをされるってことだよね。そう、仕返すっていうのはやっぱ良くないから、もうそんな時間ないです。私たちにはもうそんな相手をする暇なんて私たちにはありません。悲しいことにって感じなので、もう本当にうざかったらやめてもいいと思うし、やめないんだったらもう気にしない。もうそういう人はいますから、どこに行っても。相手は変えれないので、自分のマインドを変える、心臓を捧げようということでお願いします。親が離婚してて母が失業したけど自分も頑張る。さきちゃん見て勇気もらうね。頑張りましょう。やっぱり周りのピンチとか自分の生活のピンチってチャンスなので、そこからハングリー精神が生まれると思うので、あなたはビッグになります。頑張っていきましょう。元気がない時の自分へのご褒美は？自分はですね、結構音楽を聴いたり、本当にもう悲しいみたいな時は泣き叫んだりとか、友達に電話かけたりとか、自分の表情って頭にこう伝達するから、わざとなんかちょっと笑顔を作ったりします。こんな感じ。こ
これで大丈夫なんです。皆様、悲しい時は悲しんで、怒る時は怒って、楽しい時は楽しんでしていれば大丈夫です。What's your goals for 2025? In 2024 was like I didn't have some goals or some motivation for myself. In 2025, I made some goals. So the one thing is I wanna drive my car. Oh, sorry, I don't have my car, but you know, I have a license, so I wanna try the drive. And I want to move to some country to live. This is my biggest goal in 2025. How old are you? I'm 24. When did you become independent and leave your parents' house, and how? I left this house when I was maybe 22, and then how? I don't know. I just bought the flight ticket to Canada, and then when I bought ticket to Canada, I didn't have a place to live, so I moved to a friend's house in Canada, and then just finding some new place to live. Sometimes it's really hard to leave this house because this is my life 0 to 22, so sometimes it's really lonely, and then sometimes I miss my cat and my parents and my brother, but that's what I want, to live new place, new country. So just bought ticket, find your house, just do something to do what you want, just do. おー、こんな感じで翻訳して送ってくださる海外の方がいてとても嬉しいです。あなたのライフスタイルや旅行に感動しています。どうやって頻繁に旅行されているのか、どんなお仕事をされているのか知りたいです。私は本当にお金事情なんですけど、貯金をしていなくて、あとフライトチケットも本当に格安のものしか買わなくて、ちょっと最近だと危険かなとかも思うんですけど、自分のお金のできる範囲でこう安く動くっていうのが優先順位の高さっていうか、本当に安い宿を取ったりとか、安い飛行機を取ったりとか、お金は余裕ないのに旅行に行っているという形になるので、海外で何かハプニングが起こってしまうともう終わりそんなギリギリの旅行スタイルです。次、将来の夢が決まりません。働くために生きるのではなくて、生きるために働きたいです。わかんの。なんか働くことに精一杯になること私もありますし、なんかそういう時って結構モチベーションが下がっちゃったりとかすると思うんですけど、その先に何か自分のゴールを作ったりとかすると、生きるために働くことができるのかなって思います。好きなことをして働くとか難しいと思うんですけど、自分のやりたいことって今までの経験とか見たものから来ると思うので、やりたいことのために経験をしたりとか、いろんなものを見たりとかするのは結構大事かなって思います。はい、ということで今日も見ていただいてありがとうございました。生きてる年齢重ねるうちになんかもうOh my god! 何これどうすればいいのみたいな壁も出てくるかと思いますが、諦めずに全部なんとかなるのでよろしくお願いします。そこのところはちょっと私が責任を取りますのでお願いします。ってことで今日も見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。